はい、皆さん楽しく苦しくジブってますか？元ビトラムカーナです。今回は見ての通り直線パイロンスラロームを解説していきたいと思います。元ジムカーナの公式なコースには必ず入れなければいけない6つのセクションがあります。その筆頭が直線パイロンスラロームになっています。ジャッジ認定大会に出るのであれば絶対に走らなければいけない直線パイロンスラロームの走り方をラムカーナ流に解説したいと思います。多分皆さんだとこうやってね、リアブレーキだけでこうやって走れちゃうんですよ。教習所なんかだとこういう感じで走ってたと思うんですけど、といった感じでしたが、二輪免許を持っている人ならば教習所なり試験場なりでパイロンスラロームは経験していると思います。ラムカーナ自身も免許を取るときはフロントブレーキを使わないで一生懸命ハンドルを左右に切りながらスラロームしていたと思います。ではまずどうやって走っているかをスローで見てみると、リアブレーキを踏んで、体重を曲がりたい方向に少し移動してやると、いわゆるセルフステアで自然とフロントタイヤが切れ込んでいきます。それでスラロームの真ん中のラインを反対側にまたいだらリアブレーキを緩めてスロットルを少し開けるとオートバイが立ち上がって、その反動とライダーの体重移動、さらにリアブレーキを使ってまた反対側にセルフステアを発生させて切れ込んでいくという感じですね。ジムカーナで、タイムを出そうと思ったら、もっとこうフロントタイヤにフロントブレーキを使ってフロントタイヤに面圧をかけてやって、こうグッて回る力を利用して回ってやりたいと思います。いきます。はい、こんな感じですね。はい、そして元ジムカーナでタイムを出すための素早いスラロームのためにはフロントブレーキを積極的に使いたいと思います。セルフステアを意識したライディングならばフロントブレーキを使わなくても全てのターンを走り切れてしまいますが、やはりリズムよく素早く走り切るためにはフロントブレーキは必須です。右の上がフロントブレーキのアップで右下がリアブレーキですが、リアブレーキの方が一瞬早く踏んでいるの分かりますでしょうか？リアブレーキと体重移動でセルフステアを発生させて、フロントタイヤが切れ込み始めたところでフロントブレーキをかけます。こうすることでフロントタイヤを変形させて切れ込む力を増大させています。そして切り返しのポイントですが、スロットルを開けるときに同時にフロントブレーキは離しています。でフロントブレーキをかけるタイミングなんですけど、回ろうとしてるパイロンの横についた時にグッてかけて、でもその間を通過、パイロンとパイロンの間を通過する頃にはもうリリースしてるぐらいのイメージですね。ここでブレーキ離してブレーキ離してブレーキみたいな感じですね。でこの間のスピードコントロールみたいなものを、リアブレーキでやってますね。はい、今度はフロントブレーキをかけるタイミングでしたが、パイロンの手前ですでにブレーキを握っていますね。そしてスラロームの中心線をフロントタイヤが踏むあたりでフロントブレーキは離しています。切り返した後のパイロンでもかなり手前でブレーキをかけていますね。ちなみにフロントのブレーキレバーを見てもらうと、そんなにも握り込んでいないの分かりますか？クッと握ったらそのまま一定に保っていますね。フロントブレーキは原則に使っているのではなく、あくまでもフロントタイヤの切り込みの面圧を上げるためにかけています。逆にリアブレーキは結構踏み込んでいるのが分かりますかね。例によってラムカーナの Z 線はアイドリングが2200回転くらいまで上げているので、リアブレーキを引きずってスピードコントロールをしていますが、そのリアブレーキの強弱でオートバイ全体のスピードもコントロールしています。ライン取りですね。何も考えないで走るとこういうパイロンとパイロンの間を通過する感じですけど、これをもっと、俊敏に走れるようにするためにはどういうラインで走るかというと、なるべくパイロンとパイロンの
間の手前の方でもう向き替えを終わらせるという感じですね。いきますよ。ここですね。こうなるべく手前のパイロンの脇で全て終わらせるという感じですね。はい、今度はライン取りの話でしたが、ラムカーナ的には元ジムカーナにおいては全ての動作はなるべく手前で終わらせておくというのがありまして、パイロンスラロームもパイロン間隔の手前3分の1で切り返しまでを終わらせておきたいです。なぜ手前で終わらせるかというと、競技である以上スピードは上げたいのでスロットルを開けますね。奥まで突っ込んでいくとどうしてもオーバースピードになってブレーキを強くかけることになってしまいますが、手前で向き替えが終わってしまえばスピードのコントロールも簡単になりますよね。何より加減速を同じポイントの前後のタイミングに集約して空走区間を長くした方がオートバイのコントロールは格段に楽になると思います。要はブレーキをかけたらさっさと加速してスピードに乗せてしまうと、そして余裕を持って次のターンへの減速に備えるということですね。そして、直配ってあると必ずこう行ってこいの直配だと一番奥にこう U ターンしてくるポイントがありますね。このパイロンの回り方もラインの工夫が大事だと思います。普通に行くとこうなっちゃいますね。こうすると戻ってきたこのパイロンすごい近くになっちゃうんですよ。そしたらそのパイロンの手前で回るっていうリズムを崩してしまって、タイムにつながらない感じになるので、はい、直線パイロンがあると2回に1回の確率であるお団子セクションですね。この動画では分かりやすいようにわざと左右に大きめに今までオートバイを振っていますが、やはりタイムを削ろうと思うともっと振り幅を狭くして走りますよね。なのでもっと直線的になってパイロンとの距離もギリギリのところを通りますから、一番奥の270度ターンもパイロンの際からターンを始めてしまいます。するとどうしても大回りになる270度ターンのお釣りをもらってしまって、オートバイを切り返す前に帰り際のパイロンに接近してしまうことになりますね。こうすると先ほどの手前の3分の1で切り返しを終わらせるというリズムが狂ってしまって、後々のパイロンも窮屈にクリアしていく悪循環になってしまいます。じゃあどうするかっていうと、大きく最後のだけ大きく曲がります。そして、戻ってきた時になるべく、次のパイロンに向かった時にパイロンの一番奥のパイロンの横の脇に入れるように一回膨らみますね。アウト側にやってみますよ。ここで大きく回ってここについていけば、ほら次思うように、手前のパイロンのとこで向き替えができるようになります。もう一回やってみます。こうですね。はい、近いですね。こうやって回れるといいかなって思います。はい、今度はだいぶペースを上げて左右の振り幅を減らして直線的に走っています。上の画面の目線のカメラもほぼパイロンの上をまっすぐ通過しているの分かりますかね。そして奥のターンですが、手前のパイロンを通過したところで少し強く加速して右奥に大きく飛び出していきます。そしてフロントブレーキを少し強めにかけて一気にフロントタイヤを切り込ませます。そして戻ってきたのがここ、パイロンの真横につけました。これで手前3分の1でターンができるようになっていますね。するとその後のスラロームもスロットルを開けやすく徐々に加速しながら駆け抜けることができます。目の前のパイロンを追いかけるのではなく、ラインにオートバイを乗せていくことを意識しましょう。これよく見る、ノービスの方の直配とかだと、お団子セクションとかだとここまではいいんですよ。こうやってね。でこうやってってこんなになっちゃって戻ってこなきゃいけなくなって、すごくタイムロスですし、その後のライン取りもちょっと散らかってきちゃって難しくなるので、全部、お手本通りにいくとこんな感じですね。こんな感じです。はい。タイムアタックではタイムを削ることを目的に走っているので、どうしても加速をすることを優先してしまったり、パイロンに対して早めに動作を起こしてしまいがちです。
なのでどうしてもオーバースピード気味になってパイロンの際でターンをしてしまいがちですが、そこを我慢してそのターンの後にある次のラインのことを考えてパイロンを行き過ぎることや大回りすることも実は有利になるのだということを覚えていただければなと思います。ということで今回はラムカーナ流直線パイロンスラロームの走り方でした。